兵庫県です。姫路市です。姫路の範囲です。今回の舞台、仁部野です。太平洋戦争末期、姫路市仁部野にあった軍需工場が防空壕を建設しました。この防空壕の存在はほとんど知られていません。今回、ある本を読んで衝撃を受けました。その本を参考にして、軍需工場、防空壕、地下工場、万端線から工場への引き込み線について調査しましたのでお伝えします。かっちゃんチャンネラーの皆さん、こんにちは。かっちゃんチャンネルのかっちゃんです。私が小学生の時、友人が言いました。昔、仁部野の山に防空壕があったんやって、おじいちゃんが言うとった。その時は、仁部野の山に防空壕、へえ、そうなんや、と言いましたが、半信半疑でした。大人になり、インターネットで穴場の姫路さんを見て、防空壕がこの辺りにあったんやと知りました。この防空壕は人間が避難するためのものではなく、本土空襲に備えて防空壕で砲弾を製造するための地下工場だったと掲載されていました。現在もこの付近の山に防空壕が残っているかもしれません。絶対に近づいてはいけません。防空壕が崩れると大変な事故になります。仁部野の地下工場については以前から見聞きしたことがあり、私のイメージでは軍需工場の建物内や敷地内で地面を掘って作ったものだと思っていました。実際は私のイメージと違っていました。ここでの地下とは現代のビルの地下のようなものではなく、山を掘った大きな横穴のことでした。周囲の平地より上にありますが、横穴の周囲は山なので、地下といえば地下と言えるかもしれません。仁部野の軍需工場については、以前にこちらの動画でまとめました。万端線から軍需工場の引き込み線は、線路用の土地を確保したところまでは分かりましたが、実際に使われているのかどうかは分かりませんでした。今回、新たな事実を知りました。なんと、引き込み線は稼働していたのです。今回の動画は地下工場についてお伝えします。万端線から軍需工場への引き込み線は次回の動画をお待ちください。地下工場。今回、私が参考にした本です。タイトル、在日朝鮮人90年の奇跡。著者、兵庫朝鮮関係研究会。出版社、神戸学生青年センター出版部。出版年、1993年。こちらの本はとても良い本でした。本を書かれた方の熱意が伝わってきました。神戸、阪神間、姫路、豊岡など兵庫県下においての戦前、戦中、戦後の朝鮮人労働者の環境について詳しく書かれていました。複数の方が分担して執筆されており、著者の兵庫朝鮮関係研究会は朝鮮学校の先生方が中心となった研究会だと思われます。生徒の自宅や労働現場に訪問して保護者や地元の方など関係者から当時の様子を聞き取り、当時の地図も作成し、わかりやすくまとめておられます。仁部野の地下工場についてこの本に掲載されている地図です。はっきりと地下工場跡1、2、3、4、5と記載されています。執筆された方が1991年に現場で調査したところ、5つの穴を確認しました。穴の大きさは高さ2メートル、幅2メートル、奥行きは一番深い穴が20メートル程度、他の穴は4、5メートル程度でした。軍需工場の下請け業者が地下工場を建設し、その仕事には朝鮮人労働者が動員されました。機械や爆薬は使わず、ハンマーやツルハシで岩を砕いて穴を掘りました。1991年当時の一番大きな穴の写真です。人の背より高く大規模であることがよくわかります。これは貴重な写真だと思います。穴を掘ってからこの時点で46年経っていますが、崩れずに残っています。
穴を立体で描くとこのようになります。奥行きが20メートルもあります。25メートルプールより少し短い程度なので、相当長い穴だとイメージできます。他の4つの穴は高さ2メートル、幅2メートル、奥行き5メートルです。こちらは車が1台入るくらいの大きさです。では、今回もペグマンを頼り、Google マップのストリートビューで地下工場の場所を探します。穴場の姫路さんはこの踏切を通って山の方へ進みました。ここから見た感じでは木が多く、地下工場の場所は全くわかりません。角度を変えてみます。やはり木が多く全くわかりません。先ほどの位置に戻り、過去の日付で見てみます。木の葉っぱが少ない冬で見ます。2021年2月です。葉っぱの量は少ないですが、地下工場はわかりません。2013年2月で見てみます。ないです。この様子だと離れた場所から横穴を見つけることは無理そうですね。国土地理院の空中写真で地下工場を探します。右側の地図、地下工場跡1から5は左側2010年の空中写真のこの辺りでしょうか。線路を越えてすぐの山裾です。右の白黒の空中写真は1961年、昭和36年のものです。3カ所木がないように見えますが、はっきりとはわかりません。右は1975年の写真です。木がない部分が多くありますが、横穴があるかどうかはっきりとはわかりません。1980年の写真です。木が多く、横穴はわかりません。1985年の写真です。木がとても多く、わかりません。国土地理院が保有する当該地域を撮影した空中写真は全部で18枚ありました。すべての空中写真を拡大してじっくり見ましたが、どの写真もはっきりしたものは発見できませんでした。山に掘られた横穴を空から発見することはかなり難しいとよーくわかりました。ここではっと気づきました。米軍機が偵察するとき、この地下工場は発見できないのではないでしょうか。私がパソコンでじっくり写真を拡大してみても横穴を見つけられないのですから。米軍は空襲する場所を決めるため、事前に偵察機を飛ばします。偵察機の撮影高度は約1万メートル、つまり上空10キロの高さです。地下工場がある神山の高さは約200メートル。地下工場は地上から20メートル程度でしょうか。これだと高さ2メートル、幅2メートルの横穴の入り口は見つからないでしょう。地下工場を作る場所としては正解だと思います。こちらの本に偵察について詳しく記載されていましたので引用させていただきます。タイトル、1945昭和20年米軍に撮影された日本。出版社、一般財団法人日本地図センター。出版年、2015年。米軍は B29 の胴体部分にカメラを取り付けた F13 という偵察機で日本中を高高度から写真撮影しました。胴体下部に撮影窓があります。飛びながら地上を撮影するための窓です。偵察の際は3種類6台のカメラで撮影します。右の写真の下に分かりやすいカメラのイラストが載っています。真下を撮影するバーティカルカメラが1台、ほぼ真下を左右のカメラで分担して撮影するスプリットバーティカルカメラが2台、水平から30度傾けた2台と真下を撮影する1台のトライメトロゴンカメラです。これは1944年11月7日に東京都武蔵野市にある中島飛行機武蔵製作所を米軍が撮影した写真です。建物が鮮明にわかります。80年前に上空10キロからこの写真を撮影できるとはすごい技術です。
国立国会図書館ウェブサイトで姫路空襲の作戦任務報告書を見つけました。タクティカルミッションリポートと呼ぶそうです。インターネットは本当に便利です。東京に行かなくてもアメリカに行かなくても79年前の歴史上重要な写真が手に入ります。今の時代に来て本当にラッキーです。ちなみに世界で初めてインターネットを作ったのはアメリカの国防総省と大学の研究機関です。GPS を作ったのもアメリカ国防総省です。左の図を見るとサイパン、テニアン、グアムから出発し硫黄島を経由して日本各地へ向かう経路だとわかります。右の図と写真はこの作戦での空襲目標です。米軍は事前に各地の写真を撮影し目標を明確にしています。姫路の写真は右上です。拡大します。左下が姫路城、空襲目標は川西航空機姫路製作所です。この写真もかなり鮮明だと思います。特に工場の建物ははっきりわかります。ターゲットの丸印が2箇所ついています。これは本当に恐ろしい資料です。私たちが現在住んでいる町で79年前にこの作戦書をもとに B29 から爆弾を落としたアメリカ人がいて、この空襲で亡くなった方が341人います。F13 の写真は鮮明といえども、2分の山にある横穴には気づかないでしょう。ただ、グラマンなど空母から飛び立つ艦載機の場合は、低高度で飛行して地下工場を発見するかもしれません。もし私が地下工場のリーダーであれば、横穴の入り口を常に木で隠します。GHQ は2分の軍需工場について300ページに及ぶ資料を持っていました。戦時中、どこまで軍需工場のことを把握していたのでしょうか。横穴の存在を知っていたのか、知らなかったのか、その資料を見てみたいものです。地形図で横穴を探します。右は陰影起伏図です。山の形はわかりますが、横穴まではわかりません。次は傾斜量図です。同様に山の形はわかりますが、横穴はわかりません。右下に池でしょうか、土地が低い部分があります。行き詰まったので、さらに資料を探しました。穴場の姫路さんが参考にした本です。タイトル、姫路の山々、山名の由来と周辺の歴史。編集者、姫路歴史研究会。出版社、中島書店。出版年、1996年。ありました。ホラー穴と書いてあります。私が想像していたより北にありました。本には現場で撮影された写真も載っていました。こちらも大変貴重な写真です。2冊の本に掲載されていた写真ですが、同じ横穴でしょうか。右上の出っ張った岩の形、左上の斜めの岩の形が同じです。この写真は2枚とも奥行き20メートルの一番大きな横穴を撮影したものでしょう。先人の方々が熱心に調査されたので、今私がこうして動画を制作することができます。ありがとうございます。では、この地図と国土地理院の空中写真を並べて地下工場を探します。並べてみると、左の写真ではこの辺りでしょうか。再度1961年の写真を見ます。拡大します。やはりわかりません。1946年に米軍が撮った写真で見てみます。この写真は高度1万メートルで撮影されています。終戦後1年なので F13 で撮影したものでしょう。こちらです。該当部分を拡大します。木がないような場所があります。さらに拡大します。木がない部分がいくつかあるように見えますが、ここが横穴でしょうか。はっきりわかりません。結論です。地下工場の正確な位置はわかりません。
では、私の想像でまとめます。18枚の写真や本、ウェブサイトなどすべてをよく見直しました。左の地図の赤の長方形が大きな横穴があった場所だと思います。等高線に沿ってマークしました。穴場の姫路さんは二股に分かれた川を進み、左手に横穴があったと記述されています。写真を入れ替えます。姫路の山々の地図を縮尺を合わせて重ね、ホロ穴をマークします。地図を戻します。2つの位置はほぼ同じなので1つにまとめます。在日朝鮮人90年の軌跡の地図を右に置きます。1から5の穴をマークするため、等高線と川がわかる標準地図に戻します。等高線に沿って2から5の横穴をマークします。空中写真に戻します。このようなイメージでしょうか。横穴は全部で9つ掘ったようです。標準地図に戻して残り4つをマークします。空中写真に戻します。あくまでも私の想像ですが、9つの防空壕、地下工場の位置です。横穴の正確な位置はわかりません。もっと南にあるかもしれません。どこに防空壕があるかわかりませんので、この付近の山には絶対に近づかないでください。防空壕が崩れると大変危険です。当時の図面はどんなものだったのでしょうか。なぜ一本だけ深く掘ったのでしょうか。本土空襲が始まっていたので、縦穴を掘れるだけ掘ったのでしょうか。私が海軍技官であれば、このように図面を描きます。大日本帝国海軍一日技官に任命する。ははー。写真を見ると岩だらけなので岩盤は硬いでしょう。上空から見えないですし、地下工場を作る場所としては正解だと思います。ここから近くの総面滝で姫路城の石垣に使う石を取っていたようなので、この付近は岩が多い地形かもしれません。地下施設といえば、長野市にある松代大本営地下壕が有名ですね。戦争末期、本土決戦最後の拠点として大本営を移す計画のもと建設されました。総延長はなんと 5.8 キロもあります。葛西市うずらの飛行場跡、旧姫路海軍航空隊基地。こちらは 4,5 回見学に行ったことがあります。市電海の原寸大模型があり、大きな機体であったと体感できます。当時の防空壕や地下施設などがかなり多く残っており、一帯はおすすめの見学場所です。川崎市高津区蟹ヶ谷にある海軍東京通信隊蟹ヶ谷分遣隊地下壕です。竹やぶに2億円があった場所の近くにあります。たまたま Google マップで見つけました。左の写真の小高い山の中に地下施設が作られました。ここで日本海軍の工房と世界の情報を受信して、東京通信隊本部や慶應義塾大学日吉キャンパスにあった連合艦隊司令部に伝えられました。この地下壕の縦穴は15メートルと11メートルですので、2分の地下工場の一番長い縦穴と同じような規模だと思います。2分の地下工場は1944年末から1945年初旬に作られました。目的は本土空襲に備えて地下で軍需製品を製造するためです。地下工場が建設された時期、日本はどんな状況だったのでしょうか。1944年11月にマリアナ諸島の B29 による初空襲で東京が被害を受けました。同年12月は名古屋、年明けの1945年1月には神戸と京都、2月は大阪が空襲されました。東京空襲を知り、姫路にも空襲があるかもしれないと事前に備えることは当然の判断だと思います。ちなみに1939年に制作された映画は風と共に去りぬです。太平洋戦争が始まる前にアメリカは大掛かりな映画を作る資金力や技術があったのです。物資を運ぶルートについて考えます。右の写真、
米軍が1946年に高度10キロから撮影した写真を見ると、工場本体から地下工場へ向かう道路がありません。本来は物資を運ぶためにこのような道路が必要です。道路がないということは地下工場に物資は運ばれていないのでしょうか。時系列で見ると1944年末から1945年初旬に地下工場を建設。1945年6月22日姫路空襲。同年7月3日姫路空襲。同年8月15日終戦となっていますが、地下工場ができた後、物資を運ばなかったのでしょうか。または6月22日以降に砲弾の完成品は地下工場に運ばなかったのでしょうか。川西航空機姫路製作所が爆撃されたので、今度はこっちに来るかもしれないと警戒するでしょう。田んぼのあぜ道を通って軍事物資を地下工場に避難させたのでしょうか。その軍事物資は戦後に GHQ が回収したのでしょうか。謎が残ります。地下工場について何か情報をお持ちの方はコメント欄で教えてください。飛行機の高度についてこのような図を書きましたが、伊丹空港から羽田空港に行くとき、高度何メートルを飛んでるかご存知でしょうか。8500メートルです。地上から 8.5 キロです。海外に行く飛行機は1万メートルです。ですので飛行機に乗ったときは、米軍はこの高度から写真を撮ったんやなと体感できます。日常でもよく見るドクターヘリは高度500メートルです。今回はこのような空中写真をたくさん参考にしました。国土地理院は2010年以降はデジタルカメラで飛行機から写真を撮っています。撮影をする様子です。左上の写真を見てください。胴体部分の真下からカメラで撮影する構造です。アメリカ軍の偵察機と同じ構造ですね。右の写真を見ると撮影の様子がよくわかります。直線は 60% 重なるように撮影し、U ターンの時は隣のコースと 30% 重ねて撮影します。さすが国土地理院、わかりやすい資料です。この1946年の写真を初めて見た時、撮影高度1万メートルは国土地理院が1000メートルと間違えているのだろうと思いました。他の写真と比べてこの写真はかなり鮮明で、それなのに撮影高度が高すぎるからです。その時は B29 を改造した偵察機について知りませんでした。古い写真3枚を ABC として比較します。写真は戸堀小学校を撮影したものです。A は1946年に上空10キロから米軍偵察機 F13 が撮影した写真です。かなり鮮明です。校庭に畑があることがわかります。戦時中に学校で芋を植えた話はよく聞きますが、戦後1年経ってもまだ畑があるということは食糧難が続いていたのかもしれません。B の写真は1947年に米軍が上空 2.4 キロから撮影した写真です。A と比べて低いところから撮影していますが不鮮明です。F13 とは別の機体で撮影したのでしょうか。畑の面積が減っています。C の写真は1961年に国土地理院が上空 1.9 キロから撮影した写真です。畑がなくなっています。今回 B29 を改造した偵察機 F13 を初めて知り、戦時中に上空10キロから鮮明な写真を撮影できる技術に驚きました。頑張ろう日本。最後までご視聴いただきありがとうございました。平和を記念いたしまして今回の動画は終了といたします。おかげさまで2025年2月にチャンネル登録者が1000人を超え収益化ができました。かっちゃんチャンネラーの皆さん、本当にありがとうございました。スタートしてから1年9ヶ月、めっちゃ嬉しいです。嬉しすぎて YouTuber みたいな顔してジョイフルに行きました。次の目標は登録者2万人です。今後もどうぞよろしくお願いいたします。かっちゃんチャンネルでした。チャンネル登録をしてください。
チャンネル登録で I can say goodbye。チャンネル登録をしてください。チャンネル登録で I can say goodbye。